一年戦争より15年余り過ぎても運用されるズゴック。ガンダムユニコーンではトリントン基地襲撃にも参加した動く戦争博物館の一機を今回はウェザー。どうもダーティーです。冗談ではない。今回は HG 社専用ズゴックをユニコーンで登場したジオン残党軍カラーにしてサビサビ仕上げに制作していきます。発売から25年も経っていますが、未だ人気のキットですよね。実は水陸両用は初めてです。では一緒に作っていきましょう。フェーズ1、仮組み。ランナー3枚にポリキャップとお手軽パーツ数ですね。ではまずニッパーでゲートを少し残してカット。その後片刃ニッパーできれいに二度切りしていきます。あとは説明書通りに組んでいきます。で、あっという間に仮組み完了です。初めて作ったんですが、このパーツ数でこの造形と可動はすごいですね。で、何気にポーズをとってもしっかり決まる。すごくいいですね。フェーズ2、パーツ処理。では、いくつか合わせ目が出るパーツがあるので、それを消していきます。これらのパーツで前腕部、腰部パーツに左右の合わせ目、バックパックのハイドロジェットエンジンがモナカ構造で、あとは腹部のパーツですね。これらをタミヤセメントで接着していきます。接着して丸1日乾燥させてからヤスリ掛けしていきます。前腕のパーツはスクレーパーを使ってこの内側の組み立てた時に見える部分だけきれいにしています。こんな感じです。あとはヤスリ掛けすれば OK です。で、胴体の肩、横腹に合わせ目が出るのですが、直線上にある足の段落ちモルドと同じ 0.8mm で段落ち処理していきます。1mm のプラ板を挟んで正面から見た奥側のパーツに筋彫りしていきます。仕上がりはこんな感じです。で、頭部のパーツと合わさる部分があるので、ここは筋彫りしないようにしています。で、両肩、横腹2箇所の計4箇所を段落ち処理しました。次はアイアンネイルのシャープ化です。スポンジヤスリでそれぞれの面に沿って削り込んでいきます。左が作業後です。黒を閉じた時の形を見ながら削っていけばやりやすいと思います。あとは各パーツのゲート跡のヤスリ掛けだけです。今回は240番と400番のみにしています。フェーズ3、改造。物合いがシールなので可動式にしていきたいと思います。今回使用するのが配給パーツのルミドーム2と SP プレートです。ルミドームが 3mm で SP プレートの内径が 3mm のものを使用しているのでちょうど入ります。そして蛍光なのでブラックライトでボワンと光ってくれます。これをネオジム磁石で挟んで取り付けて動くようにしましたが、かなり出っ張った仕上がりになるので今回はもう少し改造します。で、こちらダイソーに売っているブロックのおもちゃですね。関節部分がボールジョイントになっているのでこれを使いたいと思います。まずは頭部の黒い部分をニッパーでカットしていきます。パーツが割れないように少しずつ切り出していきます。再度確認しながらこんな感じに前面部分を切除しました。次にブロックのボールジョイントを加工していきます。これぐらいの位置に受け口が来てほしいので、それに合わせてカットしていきます。微調整していきながら位置を確認して、次は物合いをつける側もカットしていきます。大体の位置を決めればマスキングテープで仮止めして見ていきます。頭部のパーツをつけてみて、パーツに干渉しないかもチェックしておきましょう。かなりいいんじゃないでしょうか。ではボールジョイントに物合いを接着しておきます。こんな感じですね。
しっかり左右にスイングできます。次は受け口を固定していきます。エポキシパテを使用します。同量のパテをこねこねして、まずはパーツに貼り付けていきます。その後、受け口のパーツを押し付けて、余分なパテをスパチュラで取り除いていきます。その後、再びパテでかぶせるようにつけていき、スパチュラで形を整えていきます。仕上がりはこんな感じで、受け口のパーツがいびつな形なので接着ではなくパテでの固定をしました。再度パーツをつけて確認していきます。いい感じじゃないでしょうか。ちゃんとセンターにもできるし、左右のスイングも簡単にできます。次は僕が小学生の時に買ってもらったガンタンクの4連装ボップミサイルランチャー、これをズゴックに移植していこうと思います。パッと見た感じジャストフィットしそうな気がして、直感的につけてやろうと思いました。口径はほぼ同じそうなので、とりあえずダボピンをカットしていきます。内側まで慎重にカットしておきます。こんな感じですね。で、接続方法は簡易的に行いたいので、ズゴックのアイアンネイルの接続パーツを使います。ちょうど良さそうですね。では再びエポキシパテを使います。方針の方にパテを詰め込んで、その上から接続パーツを押し付けていきます。これだけで OK です。1日経てばカッチカチですね。で、腕につけてみるとやっぱりジャストフィットしてくれました。直感的な改造でしたが、ちぐはぐな機体がより残党兵の急ごしらえ感があっていいですよね。何よりも腕にミサイルランチャーがついてるのにロマンを感じますよね。フェーズ4、塗装。では塗装に入っていきます。まず下地にマホガニーを吹いていきます。こんな感じの仕上がりです。で、手足の関節のパーツや物合いのパーツ、アイアンネイルの接続パーツは塗装していません。次にラッカー塗料の艶消しを吹いていきます。これに関しては後に説明しますね。艶消しを吹いたら、まずはブラックです。パテを持ったところは見えてほしくないのでベタ塗りですね。サイドの部分も黒で塗っていきます。あとはボディパーツの中の軸や物合いを接着した軸ですね。で、それ以外のパーツは塗装前に下準備をします。プラカップ、岩塩を入れる容器、水は筆のすすぎ用です。で、今回のキーアイテムのチッピング液です。まずは岩塩をミルで削っておきます。この不揃いの粒がいい味を出してくれます。塩だけに。ではチッピング液をカップに移して筆でパーツに薄く塗り広げていきます。で、なぜトップコートしたかというと、このチッピング液を使用するときにラッカー塗料の下地じゃないと侵食して溶かしてしまうとのことなのです。なのでトップコートするのが面倒な方は最初からラッカー塗料で下地を拭いてくださいね。ただ今回のこの手順での利点は、チッピング液はかなり弾く塗料なので艶消しで多少マシになるという点ですね。で、一度塗って10分ほど乾燥させてから2度塗りしていきます。乾燥後はこんな感じで液の跡が残ってますね。で、2回目のチッピング液を塗りました。で、すぐにここで塩を振りかけていきます。エッジを中心に全体に振りかけていきます。で、僕が思ってたより塩がつかなかったので、サラサラの食塩も併用して振りかけていくことにします。こんな感じで味付けしました。初めてなのでこの時点ではドキドキですね。で、他のパーツにも塗っていきます。こんな肩の関節周りなどは直接塩をつけてみたりもしました。作業後ですね、このままチッピング液を乾かしておきます。
乾けば塗装に入ります。まずは胴体のパーツから。よもぎ色とオリーブドラムで調色してエアブラシで拭きます。こんな感じの色味です。次はこれらのパーツですね。で、動画ではチッピング液と塩をする前のパーツを写していますので、塗装時は塩のついた状態で塗装していきます。で、ダークグリーンとウッドブラウンで調色した色がこちらですね。次はアイアンネイル、ボディのダクト、頭部のミサイルですね。ダークグレー、リアクティブグレー、インディブルーで青みの強いブルーグレーを作ります。次は手足の関節パーツにウッドブラウン、ホワイトグリーンを混ぜてライトブラウンを調色しました。ガンタンクのミサイルランチャーは別パーツ感を出したかったので焼き鉄色で塗装します。で、塗装が終わりました。塗装は少し溶剤を抑えめにして塩が溶けないようにしてふわっと塗料をかけるイメージでエアブラシで吹き付けました。で、調色した塗料は捨てずに一旦置いておきます。フェーズ5、部分塗装。では筆塗りで部分塗装をしていきます。まずはコックピットハッチの部分を関節部で使用したライトブラウンで塗っていきます。同じくライトブラウンで足の真ん中部分をくるっと一周ですね。この塗装でもできるだけ塗料を薄く塗り広げていくようにしています。仕上がりはこんな感じです。腰のパーツのワンポイントはブルーグレーで塗ります。同じくブルーグレーで膝関節裏の一部分。いつもは足裏は見えないのでおざなりにしていましたが、ライトブラウン、ブルーグレー、焼き鉄色で塗装しておきました。次は腕のパーツの白いマーキングですね。まずはマスキングテープを手に貼って粘着力を落としておきます。その後パーツをマスキングします。このモールドの下でぐるっと一周巻いていきます。ピタッと合えば同じ高さのはずです。上の部分は斜めになっているところにマスキングしていきます。こんな感じですね。で、グランプリホワイトをちぎったスポンジにつけて塗装をしていきます。塩が取れないように優しくポンポンと一周していきます。アバウトに塗る方が擦れた感じが出ていいと思います。こんな感じでいい雰囲気出てますよね。フェーズ6、塗装剥がし。では塗装を剥がしていくので、大きい容器に水を入れてパーツを放り込んでいきます。このまま10分から20分ほど放置して塩を溶かしていきます。時間が経てばトレーにペーパーを敷いて準備完了です。では剥がしていきましょう。簡単に手でポロポロと剥がれていきますが、ナイロンのワイヤーブラシを使って剥がしていきます。軽くささっと留めを撫でていきます。こんな感じで簡単に広範囲剥がれてくれますし、たまにこういった引っかき傷みたいなのができるのがいい感じですね。部分塗装で重ね塗りしたところもうまく剥がれていってくれます。作業後はこんな感じです。下地のマホガニーがしっかりサビっぽい色をしていて、もうこのまま完成でもいいんじゃないかと思う仕上がりですね。で、もし剥がれ具合が気に入らないのであれば、取り置いた塗料をスポンジでリタッチするか、また逆にチッピング感が足らないならマホガニーでチッピングを足してもいいと思います。で、最後に物合いにマスキングをして見つけが取れれば全てのパーツに半光沢のトップコートを拭いておきます。フェーズ7、ウォッシング。ミスターウェザリングカラーのシェードブラウン、ラストオレンジ、マルチブラックを混ぜて汚い液を作っていきます。だいたい2対1対1ぐらいで混ぜて、こんな感じの汚い感じに合わせています。これをすべてのパーツに塗っていきます。重力方向を意識してささっと塗っています。
完全に塗りつぶさずパーツの8割ぐらい塗る感じで OK です。塗り終えれば薄め液と綿棒で拭き上げていきます。ズゴックは曲面が多いので、水中から出てきた時の水の流れをイメージして拭き上げています。他のパーツも同じように作業して、仕上がりはこんな感じです。汚れの流れを残すように拭き上げていきます。このまま丸1日乾燥させてから、次はサンディウォッシュ、マルチホワイト、ホコリを混ぜて塗っていきます。こんな感じの色味です。こちらはエッジ部分を中心に面相筆でちょんちょんとつけていきます。狙いとしては砂ぼこりと体色表現、ハイライトをこの1回でつけてやろうということです。このようにまばらにつけています。他のパーツも同じように作業していきます。では拭き上げていきます。重力方向に引き伸ばすようにして拭いています。仕上がりはこんな感じです。全体的にほこりっぽくもなりましたし、エッジ部分にもハイライトが入りましたよね。ではこれも全てのパーツに作業していきます。焼き鉄色のミサイルランチャーはガサガサしたようないい仕上がりになりました。フェイズ8サビ塗装では、赤サビ、すすは混ぜて、黄サビは単体で使用してサビを書き込んでいきます。まずは黄サビから。塩チッピングで大きく剥がれている箇所を中心に黄サビの塗料をつけていきます。その後、筆を持ち替えてエナメル溶剤をつけて塗料をぼかしていきます。アップで見ていきましょう。ちょんちょんとチッピング跡に塗料をつけて、溶剤をつけた筆を同じように動かしてぼかしてチッピング跡の周辺になじませていきます。チッピング跡がなくてもこういう関節のよく擦れそうな部分もサビをつけていきます。あとは物合いの SP プレートも綺麗すぎると浮くのでサビをつけました。次は赤サビとすすを混ぜて焦げ茶色のサビをつけていきます。こんな感じの色味です。塗料をつける箇所は同じですが、ぼかしの作業は周りだけをぼかして塗料の中心はそのままにしておきます。こんな感じにチッピングの形がはっきり出るように周りだけぼかしています。この作業を全パーツにしていきます。すべてのチッピング跡には作業せずにまばらにサビをつけて単調にならないようにしていきます。この塗料にはウッドチップが入っていてガサガサとしたテクスチャーがつくのでリアルなサビ感が簡単に演出できます。では作業が終われば艶消しのトップコートを拭いておきます。ファイナルフェイズ完成。それではサクッと組み上げて頭をつけて、では完成です。どうぞ。では比較です。カラーリング自体を変えているので比較というか別物を見てる感じですね。で、今回は物合い以外のディテールアップは一切していないので、25年経っていてもズゴックがいかに素晴らしい木とかわかる比較ですよね。ではアップです。初めての塩チッピングでしたが、本当にサビで塗料が浮いたような表現が簡単にできて驚きでした。今回の制作動画を見てもらったらわかると思いますが、どの段階で完成としてもかなりいい出来になると思いますが、僕は今回とことん錆びさせてやろうということでウェザリングもりもりにしてみました。
で、世間では整髪料のケープチッピングの方が主流かなと思うのですが、チッピング液だとエアブラシでも拭けますし、筆塗りで部分的にこの剥がし塗装を狙ってやったりと汎用性が高そうなので慣れておきたいという面もあり、チッピング液を選びました。下地がサビ色じゃなくてもろ過機なら元々の機体の色を下地にしてみたり、今回のようなズゴックなら量産機の青を下地にして剥がれや体色表現をしてみても良さそうだなと、制作中にもいろいろアイディアが出てきました。いかがだったでしょうか。今回はズゴックをガンダムユニコーンに出てくるジオン残党兵カラーにしてサビサビに仕上げました。思いつきでガンタンクのミサイルランチャーをつけましたが、現地回収感があってかなりお気に入りです。で、こんなサビサビで動くのかとか意見はありそうですが、プラモデルの表現としてはたまにはこれぐらいハードに汚してもいいんじゃないでしょうか。で、この動画が良かったと思ったら高評価、ハイプ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。